アブー・フライラが伝えたところによると、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれは次のように述べました。イスラエルの子孫たちは、互いに見合いながら裸で沐浴していました。預言者ムーサー・モーセはいつも一人で沐浴していました。そこで彼らは言いました。アッターにかけて誓うが、ムーサーが私たちと一緒に沐浴しないのは、彼が陰嚢ヘルニアだからに違いない。ある時、ムーサーが沐浴に出かけ、自分の服を石の上に置きました。すると、その石が服を持って走り去ってしまいました。ムーサーは、私の服よ、石よ、私の服よ、石よと言いながら、その石を追いかけました。ついにはイスラエルの子孫たちがムーサーを見て、アッターにかけて、ムーサーの体には何の欠陥もない、と言いました。ムーサーは自分の服を取り戻し、その石を叩き始めました。アブー・フライラは付け加えました。アッターにかけて、その石には、あの激しい打撃による6つか7つの跡が今も残っています。サヒーフ・アルブハーリー278。ハディースの説明。預言者、彼に平安と祝福あれは慎み深さを称賛し、信仰の一分野であるとしてそれを強く進めました。預言者たちは、この高貴な資質を最も体現した人々でした。預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれは、処女の寝室にいる処女よりも慎み深く、神の預言者モーセ、彼に平安と祝福あれもまた慎み深い人物でした。このハディースは、モーセ、彼に平安と祝福あれの慎み深さを物語っています。彼の慎み深さの一つは、イスラエルの民が裸で入浴し、何の害も感じていなかったにもかかわらず、彼が裸で入浴することを拒否したことです。これは彼らの宗教において許されていた可能性があります。また、砂漠には建物が少なかったため、このようなことが起こった可能性も指摘されています。彼らには服を脱ぐことが禁じられていたにもかかわらず、彼らはそれを甘んじて受け入れ、シャリーや戒律に反し、モーセ、彼に平安あれに反抗して服を脱いだ。これは彼らの傲慢さ、そしてシャリーや戒律に従うことへの無関心の一部であった。モーセ、彼に平安あれは沐浴の際、誰の前でも服を脱がなかった。イスラエルの民は、モセが自分たちのように裸で沐浴することを拒否するのを見て、彼を非難し、彼は睾丸が大きいと言った。つまり、彼は睾丸が大きいという意味だ。また、男の睾丸が大きいというのは、片方の睾丸にヘルニアがある状態だ、とも言われている。そこでモーセは沐浴に出かけ、石の上に衣を置いた。神はそれを明らかにしようとした。モーセ、彼に平安あれに対する彼らの虚偽の主張は、石がアッターの力によって逃げ出し、モーセの衣を着て彼を追いかけ、私の衣よ、石よと叫んだというものだった。モーセ、彼に平安あれは、石に話しかけました。なぜなら、モーセは石に理性的な存在として接したからです。石は衣をまとって逃げ出し、こうして無生物から動物へと変貌を遂げました。モーセは石に呼びかけ、モーセが裸で出てきたとき、イスラエルの民は彼を見て、彼が健康であることを知りました。また、モーセは薄い腰布をまとっていた可能性があり、それが水に濡れてその下の部分があらわになったため、彼らは彼が創造物の中で最高の存在であることを知り、心の奥底にあったものが取り除かれたのです。彼らは、神にかけて、モーセには罪も欠点もありませんと言いました。そこでモーセは石のところへ行き、衣をまとってそれを身につけ、石に6つか7つの傷跡が残るまで打ちました。これらは石を打った後で、観察者にはその数が6つか7つであることがわかります。このハディースは、モーセ、彼に平安と祝福あれの奇跡、すなわち、イスラエルの民の一団に衣をまとって石の方へ歩み寄り、石に向かって呼びかけ、石を叩いた時の効果について述べています。また、全能の神が預言者たちの創造と人格を完成し、欠点や欠陥から彼らを浄化したことも示しています。